こんにちは。今や誰もが知るビットコイン。でもその始まりって実はたった一つのアイディアだったってご存知でしたか？このアイディアがどうやって世界を動かすほどの資産に変わっていったのか、その驚きの物語をこれから一緒に紐解いていきましょそう、ビットコインの物語はこの中心にある大きな謎から始まるんです。サトシ・ナカモト。この革命的な技術を生み出した人物は一体誰なのか。その正体は10年以上経った今も誰も知らないんですよね。では物語の第一章から見ていきましょうか。まずはビットコインの背後にいる本当に謎だらけの創設者の姿に迫ってみたいと思います。サトシ・ナカモト。これビットコインの設計図を世に送り出した人物、あるいはグループが使ったペンネームみたいなものなんです。大事なのはその正体が今もって全くの謎だっていうこと。個人なのかチームなのか、どこの国の人なのかすらわからない、本当にデジタルの世界にふらっと現れた正体不明のゴーストって感じですよね。で、このサトシの動きがまたミステリアスなんですよ。2008年に論文をパッと出して2009年にネットワークをスタートさせる。そしてその数年後にはなんと忽然とインターネットの世界から姿を消しちゃうんです。まるで自分の作ったものを完全にみんなの手に委ねるかのようにね。じゃあそもそもサトシ・ナカモトはなんでビットコインを作ったんでしょうか。その中心にあるのは新しいお金、つまり支配者のいないシステムっていうかなりラディカルなアイデアだったんです。その目標はものすごくはっきりしてました。管理者がいなくても成り立つお金を作ること。これって僕たちの生活に当たり前のようにある銀行とか政府とかが全部を管理するっていう今の金融システムに対するある種の挑戦状だったわけです。その仕組みの心臓部にあるのがこの分散型ネットワークなんです。これ例えるならそうですね、世界中のみんなが見れて、しかも誰も書き換えられない魔法の取引ノートみたいなものかな。特定の誰かがコントロールするんじゃなくて、参加者全員でフェアにネットワークを支えていくんです。じゃあその魔法のノートの安全ってどうやって守られてるのって思いますよね。そこで出てくるのがマイニングです。ものすごく難しい計算問題を世界中の人たちが用意ドンで解く競争みたいな感じですね。一番最初に解けた人が取引の正しさを証明し、そのご褒美として新しいビットコインがもらえる。この競争があるからこそネットワークは安全に保たれるっていうわけです。そしてビットコインの設計にはもう一つ天才的ともいえるルールが組み込まれてるんです。それが半減期。これはマイニングでもらえるご褒美がだいたい4年ごとに半分になっちゃう仕組みで、発行される総量も2100万枚って最初から決まってる。まるで地球に埋まってる金の量に限りがあるのと同じように、このデジタルな希少性を作り出してる。これこそがビットコインの価値の源泉なんですね。さて、ここまではデジタルの世界の話でしたよね。ここからはビットコインがただの技術実験から現実の価値を持つものへと変わるあの歴史的な瞬間を見ていきましょう。これ信じられないかもしれないですけど、始まった最初の頃ってビットコインには値段なんて全くなかったんですよ。ごく一握りの技術マニアたちの間でやり取りされる純粋な実験だったんです。じゃあそんな価値ゼロだったはずのデジタルデータがどうやって初めて現実のものと交換されるようになったんでしょうか。気になりますよね。はい、この数字見てください。1万ビットコイン。今の価値で言ったらちょっと想像もつかないくらいの金額ですよね。このとんでもない量のビットコインが歴史上初めてあるものと交換されたんです。さあ一体何だったと思います？その答えはなんとピザ2枚です。信じられます？ 2010 年の5月22日、あるプログラマーが1万ビットコインでピザを2枚注文した。これが史上初の現実世界での取引になったんです。この何気ないピザの注文が歴史を動かすことになるんですね。この出来事は今ではビットコインピザデーとしてもう伝説になってるんですけど、これすごく重要な意味を持ってるんです。つまりこのデジタルデータには価値があると人々が信じて、現実の商品と交換する意思があるんだっていうことが証明された歴史的な瞬間だったわけです。まさにアイディアが資産に変わった転換点ですね。さあ、このピザの日をきっかけにビットコインの物語は一気に加速していきます。
次の章ではその後のまさにジェットコースターのような激動の歴史を一緒に見ていきましょう。このタイムラインを見てもらうと分かる通り、ビットコインの歴史って本当に山あり谷ありなんですよね。最初はごく一部の技術者だけのおもちゃだったのが、2013年頃から値段が上がって世間がなんだこれってなり始める。で、2017年にはもう決定的なブームが来て、とんでもない価格になったかと思えば、その後には大きな暴落も経験する。でも大事なのはここからです。2020年以降、今度は大企業とかプロの投資家たちが、これはちゃんとした資産だって認め始めて、そして今 ETF の登場で誰もがアクセスできる金融商品へと変わってきた。この成長して暴落して、でも社会に認められていくっていうサイクル、これこそがビットコインの歴史そのものなんです。さて、物語はついに現在へ、そして最後の考察へと向かいます。ビットコインは今、一体どんな場所に立っているんでしょうか。ここで押さえておきたいのは、ビットコインの道っていうのが決してまっすぐじゃなかったってことです。この浮き沈みの激しい歴史は、ただのギャンブルじゃなくて、その裏でちゃんと技術が進化して、社会的な理解も深まってきたっていう、成長の証でもあるんですよね。そして今、それを象徴するような出来事が起きてます。それが ETF、上場投資信託の登場です。これ、簡単に言うと、株を買うのと同じような感覚で、証券取引所でビットコインに投資できるようになったってことなんです。これによって、ビットコインへの投資のハードルがぐっと下がって、かつては怪しいなんて言ってた伝統的な金融の世界と本格的に手を結ぶことになったわけです。肉名のたった1枚の論文から始まって、今や世界的な資産になったビットコイン。この物語はまだ終わっていません。さて、皆さんはどう思いますか？この物語の次のページには一体何が書かれているんでしょうね。